皆さん、こんにちは。日本語の旅へようこそ。この動画では、日本の短編小説や物語を朗読しています。難しい言葉や昔の言葉などを簡単な言葉に変えて聞き取りやすいようにゆっくりと読みます。物語の内容が理解できたら、ぜひ元の文を読んで楽しんでくださいね。すぐに物語を聞きたい人は、概要欄の目次をクリックして先に進んでください。さて、今回の物語は、土田康平の峠です。峠とは、山を越える道の最も高い場所のことです。山道を登っていき、峠を越えると、残りの山道は下りになります。峠の漢字を見ると、山と上と下の3つの漢字でできていますね。山道の上りから下りに変わる地点が峠です。わかりやすいですね。この物語は主人公が家族で峠を通った時の出来事を書いた物語です。最後まで読むと、この物語の全体が見えますよ。それでは始めましょう。峠、土田康平。その時、太郎さんは7歳。妹の千代子さんは5歳でした。太郎さんはお父さんにおんぶされて、千代子さんはお母さんにおんぶされていました。もう春の3月でしたが、峠の道はまだ厳しい寒さでした。夜明け前の午前4時ごろ、空には星がキラキラと氷のように輝いています。山はどちらを見ても墨を塗ったように真っ黒です。光は一つも見えません。家を出てからもう4kmくらい山の中へ入ってきたのです。お父さんの下げている提灯の明かりが道端の枯れ草を照らします。見るとあちらこちらに雪の塊が凍りついています。千代子さんはさっきから寒いなあ、寒いなあ、と言って泣いていましたが、その声がいつの間にか痛いなあ、痛いなあに変わりました。太郎さんも千代子さんも厚い毛の襟巻きをつけて、足には足袋を2つ重ねて、その上に毛布とコートをかけて、お父さんお母さんの背中にしっかり背負われています。でも、それほど傍観しても、山の寒さは身に染み通るほど厳しいのです。
特に足の先はちぎれるように感じられます。泣かないのよ、とお母さんが時々なだめます。でも、千代子さんはいつまでも同じように泣き続けています。太郎さんはお父さんの背にじっと首を乗せて泣きたくなるのを我慢していました。家を出るときに太郎さんは、背負われるのは嫌だ、歩いていく、と何度も言いました。でも、お父さんがどうしてもそれを許しませんでした。太郎さんは今そのことを思い出して、やっぱり背負ってもらってよかったと思いました。太郎さんは毛布の中から覗くようにして片方の高い山を見ていました。山の姿はただ真っ黒で、木なのか岩なのか見分けがつきませんでした。でもその頂上のあたりが少し明るく見えます。その明るさがだんだん増してきて、ポツンと金色の点が現れました。点がだんだん伸びて、角の形になりました。お月様だ、と太郎さんは言いました。まあ、今頃お月様が出ましたわ。なんという恐ろしい色でしょう。と、お母さんが言いました。23夜様かもしれないな。もうすぐ夜明けだ。と、お父さんの声が聞こえました。そして、お父さんとお母さんは何か話をしました。千代子さんはいつの間にか泣き止んで、お月様を見ていました。のんの様、のんの様、と千代子さんは言いました。釜の形のお月様はすっかり山を離れて、薄いけれども鋭いその光が4人の姿を照らしました。しばらくの間、みんな黙っていました。そのうちにお父さんが、ああ、千代子は眠ったね。太郎も一眠りしてはどうかな。と言いました。太郎さんは目をつむりました。すると、どこか遠くの方で、カラカラカラ、カラカラカラ、と氷の割れるような音が聞こえます。あれは何？と太郎さんは目をつむったまま言いました。川の音だよ。とお父さんが言いました。その音がカラカラカラと近づいてくるように感じましたが、やがて急に聞こえなくなってしまいました。太郎さんは眠ったのでした。目を覚ましてみると、夜はすっかり明けていました。
空のお星様は一つ残らず消えてしまい、お月様が白く形だけ残っていました。夜の間は見えなかったのに、山のあちこちに雪が積もっていて、枯れた木や赤茶色の杉の木が見えました。あたりはシーンとして何の物音もありません。太郎さんはさっき眠る前に聞いた川の音を思い出して、川はどうしたの？と聞きました。お父さんは、あれはもうずっと山の影になってしまったのだよ。と答えました。峰はまだ遠いの？もうじきだよ。あの山の影。と、お父さんが指さす方を見ました。そこは山の花が険しく出っ張って、道はその影に隠れています。お父さんの息が真っ白くタバコの煙のように見えます。太郎さんは毛布の中から顔を出しました。すると太郎さんの息も真っ白く鼻の先に広がって見えます。コートや襟巻きの周りには息が凍りついて白くなり、まるで雪が降ったようでした。お母さんはお父さんと並んで歩いていましたが、その襟元はやはり真っ白くなっていました。千代子さんは毛布の中にすっかり顔を隠して眠っています。あれ、もうあんなにお日様が差してきました。とお母さんが言いました。見上げると山の上の雪がキラキラと輝いています。お日様の光は見ている間に、あちらの山、こちらの山と広がっていきます。とうとう道の上まで光が差してきました。山の花を回ると、道端に小さな家が一軒ありました。古い縁側にお日様の光がいっぱいに差して、雨戸は固く閉まっています。それが峠茶屋でした。冬のうちは里に降りてしまって誰もいないのです。さあ、ここで一休みだ。と、お父さんはコートを脱いで太郎さんを縁の上に下ろしました。あたいも降りる。と、お母さんの背中で千代子さんの声がしました。おや、千代子はもうお目覚めだったの？と、お母さんは笑いながら、千代子さんを縁の上に下ろしました。太郎さんと千代子さんは縁の上に並んで立ちました。今まで登ってきた道が目の下の谷底に見え隠れして
長く続いています。お家はどっちかなとお母さんが言いましたが、千代子さんは首をかしげてわからないという顔をしていました。太郎さんがあっちと遠い山の影を指さしました。ここからは道が平らだから太郎は歩きなさい。とお父さんが荷物の中から小さな藁の草履を取り出しました。太郎さんはそれを履いて園から飛び降りました。あたいも歩く、と千代子さんが言いました。お前は歩けないだろう。でも、まあ、履いてごらん。と、お父さんはもう一足の草履を出しました。千代子さんはそれをお母さんに履かせてもらいました。夜明け前のあの厳しい寒さはすっかり忘れたようになりました。お父さんもお母さんもニコニコして楽しそうでした。ずいぶん寒かったなあ。千代子が泣いた時には私も泣きたい気持ちでした。こんなことを言いながら、縁に腰掛けて着物の襟を直したり、帯を結び直したりしました。茶屋の前は日当たりが良いので、土が乾いて暖かそうに見えます。太郎さんは元気よく大股にそこらを走り回りました。千代子さんも太郎さんの後について危なそうな足つきで飛び歩いていましたが、やがて道端へかがんでしまいました。何かじっと見ています。何をしているのだろうね。とお母さんは園を離れて千代子さんのそばへ行きましたが、まあ、すみれが咲いていますこと。と驚いたように言いました。どれどれ。とお父さんも立って行きました。太郎さんも道の向こう側から走ってきました。枯れた芝の中にたった一つのすみれが咲いているのです。あたりの山々にはまだ雪が深く残っているし、日陰には霜柱がたくさん立っているのに、もうすみれの花が咲きました。やっぱり春ですね。とお母さんが言いました。そして親子4人は長い間その一つのすみれを眺めていました。太郎さんは成人してからもそのすみれのことをはっきり覚えていました。妹の千代子さんに話すと、私はどうしても思い出せなくて残念です。と言って、その時の話をしてくださいと太郎さんに頼むのでした。そして二人は今は世にない父上
母上を忍びながら峠越しの話をするのでした。いかがでしたか？皆さんは小さな子供だった頃に家族で出かけた時の出来事を覚えていますか？よかったらコメント欄に書いて教えてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後まで聞いてくださりありがとうございました。